どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、だいぶ前に投稿していたアピストグラマの動画は覚えていますでしょうか？忘れてしまった方が大半だと思うので、よければ概要欄のリンクから見てやってください。AI 水槽という自分の動画の中では結構再生された水槽で育成したアピストたちの成長を追っていったシリーズだったんですが、いかんせん変化がなく動画のネタにするほどの出来事が起こってなかったんですよね。ただ一部の視聴者さんからアピスト水槽動画まだですかと聞かれることもあったので、そろそろお見せしなければということで動画で近況報告していきます。実はとある動画で何回かその水槽が登場しており、以前お見せした時からだいぶ変貌を遂げているので、ぜひ最後まで見てやってください。それではいつものさらっとおさらいから。自分が一番憧れていたアピストであるアピストグラマブルーフレームを繁殖させたいというところから始まったこのシリーズ。見事に繁殖に成功し、その稚魚たちをある程度大きくした後に AI 水槽というちょっとうさんくさい水槽で飼育していたところから30センチキューブ水槽2つを使用して育成を続けていました。AI 水槽に入っていた頃はほとんど落ちなかったんですが、30センチキューブ水槽2つに移動してからは少しずつ落ちていき、そこら辺もどうにかしたいという思いもあって、同じ環境だった2つの水槽をソイルと化粧砂に分けて飼育したところまでが前回のお話です。ちなみにこの水槽の変更に関しては、環境を変えることでアピスト稚魚たちの状態が良くなることや、提唱によって生態の色がどれだけ変わるのかという実験も兼ねていました。結果的に状態はそこまで変わらなかったんですが、明らかに暗い色のソイルよりも明るい化粧砂の方がアピストたちの色味も明るくなりました。これに関しては好みの問題なので、もし暗めで濃い色が好きな方はソイルなどの暗い低床で飼育する方がいいかもしれません。そんな感じで異なった環境で同じ種類のアピストを飼育していたんですが、どうしても生体数が多いので、だいぶ早い段階で苔まみれになってたんですよね。おまけにこの水槽は結構卵巣に侵食されることが多く、一度ほぼリセットのような形で定床を変更したにもかかわらず、化粧砂水槽の方は早々に周りが薄い卵巣に覆われ始めました。その度に化粧砂ごと吸い取って対処していたんですが、やはりいたちごっこ。生態に影響がないので許容していましたが、なかなか見苦しい状態になってきました。というか、卵巣を除去するためにほとんどの化粧砂を吸い取ってしまったため、右側の水槽はベアタンクです。そんな感じで汚くなっては掃除して汚くなっては掃除してを繰り返しつつ、徐々にアピストたちを別水槽に移して水の汚れるスピードを遅くしようと画策していました。時には浮き草かどうかも忘れてしまったんですが、水質浄化作用がめちゃくちゃ高そうな水草を水面に浮かしたりもしてました。これに効果があったかどうかはわかりませんが、わからない時点で効果がないのと一緒なのでお察しください。その間もアピストたちはすくすく成長し、どの個体も繁殖可能なところまで成長しています。この後も繁殖しようか悩んだんですが、卵巣問題などの影響でアピスト水槽をこれ以上増やすのも難しいと感じており、その次の世代を増やしたいという願望と、これくらいのスペースで留めておきたいという理性がぶつかっていたように記憶しています。そんなこんな言いつつ、ガチで卵巣にうんざりしてしまった結果、このように2つの水槽を長時間かけてリセットを行いました。最初はスポンジフィルターはそのままにしておいて、バクテリアの損失を最小限に抑えようとか思っていたんですが、そこら辺の周辺機器すべてを熱湯処理しない限りは卵巣は出続けると思ったので、最終的にリセットと同時にオブジェやフィルターは熱湯殺菌しています。飼育水に関しては
他の水槽から 100% 拝借するため、リセットとは言っても低床とスポンジフィルターが新しくなっただけです。低床とフィルター変わったならだいぶ違うだろうというのは触れないであげてください。そんな感じでほぼリセットした水槽なんですが、低床を今まで使ったことがないものに変えることを決意しました。それがこちら、プロジェクトソイルプレミアム 5.2。 価格は 8kg で4073円。こちらは ASP 方式という底面フィルターを使用した水槽管理方法を行うために作られたソイルで、一番の特徴は何といってもソイルの干渉作用によって目的に合わせた pH に調整してくれるところです。なんか ASP 方式という底面フィルターでの運用しかできないイメージがあったんですが、アピスト動画を多数投稿されているヤマトさんがやっていたのを真似して使ってみることにします。このプロジェクトソイルプレミアム 5.2 は名前の通り pH を 5.2 に調整してくれます。ワイルドアピストとかは結構低めの pH を好むため、これくらい下げてくれるソイルは助かりますね。ただ自分が飼育しているブルーフレームはブリード個体なので、そこまで低くしなくていいです。ということで、これもヤマトさんに倣って他のソイルと混ぜて運用します。今回使用するのはプラチナソイルのパウダーです。これを選んだのは自分がいつも使っているソイルだからというだけです。量に関してはフィーリングで半々くらいになるようにしてます。また厚さに関しては管理がしやすいようにいつもの薄敷きです。正直これくらいの量だと pH を 5.2 まで下げる効果は見込めないので、ちょうどいい弱酸性に持っていってくれるのではないでしょうか。セットが完成した状態がこちら。なんかこういう色が違うソイルを混ぜてるのを見ると、なんか上級者になった感が出ていいですね。まあ自分の場合は目的もなくやってることなんで形だけですけど、とりあえずほぼリセットは無事に終えることができ、アビストたちも特に異常はありません。体色に関してはなかなかいい感じで、真っ黒なソイルや真っ白の化粧砂の時よりも程よい塩梅に落ち着いている印象です。正直めちゃくちゃ真っ黄色になっているメスがいるので、ここでペア選別して他のアビストたちを隔離しておけば繁殖も狙えそうなんですが、やはり以前綺麗なアピスト同士をペアにして次世代を増やしてみようという意気込みはだいぶなくなってきました。同じ種類のアピストを増やすという楽しみ方も嫌いではないんですが、現在のように他の水槽にもアピストを移住させつつ30センチキューブ水槽2つを使用している状況から、さらに増えたらどうするんだという気持ちが強いですね。いくらでも水槽があれば増やしたいんですが、そうもいかないですし、アピストの場合は他の温厚な生態とは違って縄張り争いをするので、注意深く見ておかないとある程度数を入れても小競り合いが起きるので難しいです。そこで考えついたのがコリドラスとアピストの混泳です。なんかアピストとコリドラスという組み合わせって相性良さそうじゃねということで思いつきました。コリドラス自体ソイルで飼育することがあまり良くないという風潮もありますが、ソイルが熱いとなんか低床内にいるやつらが悪さしてヒゲとか溶かしそうなイメージがあるんで、超薄敷きのアピスト水槽であれば普通に飼育できるのではないかと考えたわけです。結果的にめちゃくちゃうまくいってます。コリドラスがアピストを攻撃することはまずありえないので心配はしてませんでしたが、アピストがコリドラスを攻撃するかもしれないなと思ってたんですよね。しかしそんなことは一切なく、観察していてもアピストたちはコリドラスに対して我関せずで、逆に遠慮しているようにも見えます。おまけにコリドラスたちの調子も良く、以前動画で紹介した超高額コリドラスであるゼブリーナもとても綺麗な発色になるとともに、ずんぐりとした体型にすくすくと育ってます。そして直近で紹介したコリドラスアルビノスーパーロングフィンパレアタスもかじられたヒレがめちゃくちゃ再生して伸びまくってます。本当になんでかはわからないんですけど、このアピスト水槽にコリドラスを同居させてからはめちゃくちゃ安定しています。アピスト自体のトラブルも全くありませんし、前よりも水槽内が平和になりました。
正直混泳していることによって両者の繁殖は難しいと思いますが、普通に今いる生態たちをめでるのであれば、このバランスがとてもいいです。もしかしたらコリドラスが低床をもふることで低床環境も良くなってるのかもしれません。知らんけど。というわけでいかがだったでしょうか。いろいろあったアピスト水槽が地味にリセットが行われた後にコリドラスとの混泳水槽になっていました。この動画を出す前にコリドラスの紹介動画を出してしまったため時系列が前後してしまいましたが、映っている水槽の紹介もできてよかったです。アピスト水槽に関しては正直この動画1本に収めている期間も数ヶ月以上に及んでいるため、次の動画がいつ出るかはわかりません。あまりにも動画にするほどのネタがなく、経過報告をしようにもなかなか難しいんですよね。もしかしたらこのまま何事もなく動画に登場しないこともあるかもしれませんが、とりあえずアピストたちはコリドラスと混泳して楽しんでいるというところで一区切りにしたいと思います。まあ一区切りといっても今後アピスト水槽動画を絶対に出さないわけではなく、コリドラスやアピストたちに変化があったり水槽環境を変えるようなことがあれば動画にするので、なんかこんな水槽もあったなと頭の片隅に入れておいていただけると幸いです。というわけで今回はここまで。